アンチワールド、世界を滅ぼす、略してボス。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない薄汚い欲望とともに寄り添っていきます。中島チャンネルようこそということでね。さあ、ということで今日のテーマはね、そう難しいですね。そう、民主主義とは何かってことですよね。そして民主主義、今ある民主主義は非常に薄汚いってことですね。間違っているということですね。そう、それについてね、またね、世界を滅ぼすチャンネル、世界全体をね、この地球を実況していくということをしていきたいと思います。そう、結論から申し上げて、今の民主主義は間違っているんですよね。そう、間違ってるんですよ。真の民主主義にするためにはですね、一部の富を握っている富裕層、または同族で経営しているような大企業、ね、これを滅ぼさなければ真の地球における民主主義というのは成り立っていかない。今の民主主義は間違っているということをね、中心にお話ししていきたいと思います。そう、申し遅れました。このチャンネルはね、世界中の苦しんでいる人、悲しみに暮れている、絶望している人々のいつも隣に存在するネガティブマンがお送りしています。いつもあなたのそばにいますよ。そう、苦しむ人の常にそばにいたいと願っています。そう、結局ね、富裕層だったり、それをコントロールしているところ、その富裕層たちがコントロールしているメディアだったり大企業だったりっていうね、そういう連中を滅ぼさない限り、そいつらに規制をかけない限り、民主主義なんていうものはね、絵に描いた餅なんですね。そう、ちょっと考えれば分かりますけれどもね、そう、全部コントロールされてるわけですから、一人一票とか言ったってね、選挙の公平性がとかいくら言ったところでね、あらゆるコントロール、メディアをコントロールしてみたりね、大企業の奴隷たちをコントロールしてみたりね、要するにね、政治が富裕層たちのコントロール下にあるわけですから、下にあるわけですからね、我々の突き上げるようなね、騎乗位で突き上げるようなね、まっとうな意志、力、パワーね、そういうものは通じないんですね。その悲しさ、これはあれですね、何もそう要するにあれですね、民主主義っていうことでもありますけれども、資本主義の限界ですね。そうですよ。民主主義のあり方っていうのは、そのものが資本主義のあり方を問われているわけですね。そして資本主義というのはもう破綻しているんじゃないのかなと。資本主義っていう時点でね、もはや同族経営だったりとかブラック経営だったりするね、もう世界的な大企業たくさんありますけれども、ダメですからね、一部ですから、一部が牛耳っているわけですからね。それがダメなんですよ、ね。富裕層のコントロール下にあるわけですから、資本主義
資本主義が限界を迎えている。かといってですよ、共産主義もまたね、左翼たちね、一生懸命、そうだから富の分配が必要だ、その気持ちはよくわかりますけれどもね。でもね、中国を見たってね、結局のところあれじゃないですか、一党独裁、つまり一つの政党のコントロール下にね、富裕層たちが置かれているというだけでね、トップの劣悪さだったりね、ろくでもなさっていうのは何にも変わりませんね。そう、共産主義もまたね、資本主義のようなね、構造的な欠陥を抱えているという意味合いにおいてね、当然民主主義ではありえないしね、いびつな資本主義であることに何ら変わりはないですね。一部の人間だけが牛耳るという形になるわけですからね。本来の民主主義とは遠いですね。そうだからなんて言うんでしょうね。そう資本主義の限界ですよ。そう一部の富を牛耳る者たちね、そうまたは大株主だったりとかね、そうね、全てコントロール下に置かれているわけですから、我々民衆はね、そう9割5分ぐらい奴隷なわけですよ。9割5分のね、各国の地球における国の国民の一人一人がですよ、奴隷なわけですから、ちっとも民主主義じゃないですね。民主主義じゃないんですよ。何主義だろうとね、全くね、民主主義ではないんですね。資本主義も失敗、共産主義も失敗です。そうじゃあどうするのかね、世界を滅ぼす。そう世界を滅ぼすんですから、別にこういういびつな構造でね、そう人類がね、殺し合いを始めて、そう滅んでいけばいいんですけれどもね、それに関してはちょっと時間がかかるのでね、非常に不満ですけれども、そんなネガティブマンがこう人類に対してね、一つね、アドバイス、そう本当の民主主義を取り戻すためにはどうしたらいいのかっていうアドバイスをね、文句ばっかり言ってるんじゃなくてね、代替案を出せって言ったらね、こうもうね、世界一のね、ネット軍師である私ネガティブマン、いくらでも出せますよ。代替案としてはですよ、つまり日本でいうところのね、資産、日本でいうところの1億円を上限としてね、資産の上限を設ければいいんじゃないですか。資産の上限。そうで、それ以上の稼ぎは全部国が回収してね、そう弱者男性だったりね、障害を持つ人たちだったりね、社会不適合者のようなね、私のようなこうネガティブマンにね、こう還元していく、強制的にね、強制的っていうか、それが一種のなんでしょう、民衆の声と言いますか、意思と言いますかね。そう1億円を上限にしてね、共産主義の悪いところはみんな一律にしておきながらね、共産主義を標榜する政党の一部の人間だったりとかね、国営企業の人間がこう私腹を肥やすところから良くないところでしょ。そうではなくてもね、国家の、ね、政治家も含めてね、資本家も含めて、ね、年収1億って区切ってしまえばいいんですよ。年収1億まで。そしたらね、生涯で売る賃金をいくら貯めようとね、数十億が限界じゃないですか。そしてもちろんね、それに加えてあれですね、相続税 100% ですね。相続税 100% と年収1億っていう上限を設ける。
この代替案でいいんじゃないですか。そう、国が接収したね富はね、私のような不適合者ね、ニートや引きこもりやね、精神障害や本当の身体障害を持つね、か弱き弱者男性、弱者女性、弱男弱女に配ればいいじゃないですか。そしてそうすることによってね、ブラック企業だったりね、ブラック大企業だったり、そういう者たちのこのね、同族経営だったり、そういう薄汚い連中のね、資産のなんて言うんでしょうね、大量蓄積を防ぐという効果もありますしね、いいことだらけじゃないですか。天才的なね、大体あれじゃないですか。そうするとですよね、こうみんな働かなくなるじゃないかと思いきやね、一人一人がね、一人一人がこう一度の一生の人生においてね、そうね、嫉妬するこの格差っていうものがね、すごく少なくなるわけですよね。で、稼ぎたいやつは稼げばいいし、1億って言ったら大金ですよ。ね。そう。ね、1億稼いで、ね、リタイアして、旅行して、ね、一文なしになったらですよ。そしたらば国からのね、お賃金、国からの支援っていうものでね、細々と生きていくのもいいし、また稼ぎ始めるのもいいだろうし、自由ですよね、フリーダムですよね。それが一番いいんじゃないですか。これぞ本当の民主主義ですよね。各種ね、各種福祉にも当てられるじゃないですか。今の民主主義っていうのは資本主義をベースにしている以上ね、金持ちたちが資金を出し渋るし、ね、国家は金持ちたち富裕層だったり大企業のね意向のもとにね、なんて言うんでしょう、例えばこの福祉ね、幼稚園から介護施設やらね、ブルーカラーの仕事に従事している人たち、ね、本当に大切な人たちのね、お賃金がちっとも上がらないわけですからね。そんなことじゃ我々奴隷たちはやる気を失いますね。だから彼らが生き残る術、富裕層たちが生き残りたいならば安楽死をね、しっかりとね、整備してもらわないと困るし、整備したくないのならばね、私たちがレジスタンスを起こしてね、ひっくり返すしかないでしょうしね。もうそれも嫌だって言うんだったら、私の案を飲むしかないですね。上限1億円と、なんでしょう、向こうで言ったら100万ドル、1億6000万、よくわかんないですけど、とにかくまあ、1億円ぐらいをめどに上限を設けて、で、相続税 100% で、そりゃそうですよ。一人一生のね、一生一人のその人のね、なんていう工夫だったり努力だったりっていうものが大切なわけでね、その息子や娘は関係ないわけですから、親戚とか関係ないわけですから、同族とか関係ないわけですからね。一人一人が独立した人なわけですから。で、1億ってことを考えればね、そんなにあれでしょ、嫉妬も湧かないし、いくら稼いだってどうせね、国に取られるわけですから、そんなに緩い感じでね、ブラック企業もなくなるわけですよ。なぜならね、こういう私のような不適合者がね、ろくでもないね、ブラック企業に入ったらすぐ辞められるわけですから、こんないいことはないですよ。有能な人もね、ブラックな待遇だったらすぐ辞められる。それでブラック企業はね、潰れていくのみですからね。そうなんですよ。ね、企業の資金的なね、内部留保的なものが膨らんでもね、使える人間がいないわけですからね。企業というのはだんだん公的な存在になっていくわけですよ。いいじゃないですか。そういう大企業なら大歓迎じゃないですか。
どんなね役員だろうと株主だろうとね1億円の収入しか許されない世界なんですからね。そうね、薄汚い欲望を持つ者たちはもうね全くいなくなるとは言いませんけれども、まあ激減しますよね。これすごくいい案だなと思いますね。それを必死の抵抗でねねじ伏せようとして私のこの天才ネット軍師である私のねネガティブマンの案がもう絶対正解ですけどね、おそらく採用されないでしょうからね、だから滅ぼせばいいじゃないっていう話になってくるわけですよね。そんなね一部の人間や一部の同族がね栄えるなんていうことこういうね民主主義が成立しない世界じゃないですか。民主主義が成立しない世界なんだから滅ぼしてもいいですよね。どうですか皆さん、滅ぼしてもいいですよね。そんなね薄汚い実に自由のない実にね生まれて死ぬまでほとんどの人が奴隷で死んでいくっていうね非常に良くない世界です。これはねこれは何度でも言いますけどもね、そうほとんどの人は奴隷として生まれて奴隷として死んでいくわけですからね。私の言った対案っていうものを飲めないのならばね滅ぼすのみですよね。で結局飲まないでしょうからね。私の本当に素晴らしい民主主義案飲まないでしょ。そう飲まないんですよね。度が過ぎるようなね欲望を持ちすぎなんですよね人間っていうのはね。ですから共産主義もうまくいかないし資本主義もうまくいかないしね、どこにも民主主義というものは成立し得ない非常にろくでもない世界だと思います。故に滅ぼそうじゃないのかっていうのが私ネガティブマンのね主張なわけですよ。そうね、人間というものがこう善なる存在であるのならばね、この私のネガティブマン案ねデモクラシーをしっかりとね体現できる素晴らしい方法にみんなね賛成すると思いますけれどもね、薄汚い連中は絶対賛成しないでしょうし潰しにかかるでしょうから間違いなくね潰しにかかられるぐらいならね先に滅ぼしてしまえばいいっていうのがね私の願いですというね。またね私のこの天才ネット軍師たるね素晴らしい対案を示すことによってねまた世界を実況してしまいましたけれども、とにかくろくでもない世界でしょ。そう私の案以外でなんかねこう正しい民主主義をみたいなことはもう無理でしょうね。そう際限なく止めるものを許す際限なくねこう政治だったりまあね法律だったりっていうものをコントロール下に置けるような大きな影響力を持った連中を野放しにする限りね、この世界にはこの地玉と書いて地球にはですよ民主主義は成立し得ないしみんな奴隷だよほとんど奴隷だよって言って過言ではない世界がずっと続いていくんですよね。苦しい嫌な世界がね。そう故に滅ぼすべきなんですこの世界はね。皆さんどう思いますか。そうちゃんと世界にもねこう訳して通訳をしてねそうちゃんと翻訳機能を使ってますからね。皆さん世界の皆さんどうですか。もうねそう滅ぼすべきだと思いますよ。滅ぼせばねマウントを取りに来るようなバカもね
それにカウンターして喧嘩をするようなこともないですからね。動物たちが幸せに暮らすね世界がね実現すればいいじゃないですかね。平和な優しい世界がね、豚さんや牛さんが幸せに暮らせるような世界がね訪れればいいんじゃないですか。鳥さんもそうですけれどもね。そうなんですよね。だから民主主義の成立は難しいという話をねしてみました。そして私の案を採用すればね、年収1億までね、あとのお金はいろんな福祉だったり私のような社会不適合者たちに配ってね、自由な豊かな生活の中でね、ブラック企業もどんどん減っていく、ね、相続税 100% でね、なんか金持ち自慢をしたりねするね、親ガチャ成功民たちはゼロになる、親ガチャ成功民0人になるわけですからね。こんないい案はないですよ。というね、そしてデモクラシー、一人一人のね一票だったり意見だったりがねすごく重要な世界になっていく、いい世界が生まれると思いますけどもね。しかし神はね非常に冷たいですからね、このろくでもない地球における人類実験を続けるんでしょうね。非常にろくでもないです。もうね、これは許しがたい暴挙ですからね、必ず止めなければいけません。というね、妄想じゃない本気のね民主主義を語ってみましたよ。それではもしよろしければね、チャンネル登録、いいねボタン、皆さんの応援が世界を滅ぼす励みになりますのでね、よろしくお願いいたします。それでは今日にも明日にも世界が滅びますように。ネガティブマンでした。